アンモサ製作所です。今回は、寿屋さんの汎用型人型決戦兵器。人造人間エヴァンゲリオン。超極限空間対応特殊装備追加可能。開8号機ガンマ。両腕暫定的補強仕様を。つっやにして作っていきます。キットの正式名称長すぎ。はい、寿屋エヴァンゲリオン開8号機ガンマです。箱の厚みは結構あります。横に腕のギミックや武器の写真が載ってますね。この武器がとてもいいと思ってます。反対側には無塗装の完成図です。では、開けて内容物の確認をしていきましょう。まずはピンクの外装のパーツですね。これは武器のランナーみたいです。この黒いのはきっとフレームだと思います。あと腕パーツとか、武器の大物パーツなど、ここからは細かくパッケージが分けられてます。こうやって分けられてと、ちょっとお高いプラモデルだと、思ってしまうアンモサです。こんなランナーは初めて見ますが、柔らかい手のひらパーツです。ポリキャップ。これが塗装済みのフェイスパーツです。すごいですね。これとかはさらに一つずつ仕切られてます。最後に無地状の武器の部品です。あとは組み立て説明書。冊子状になっていてバンダイの RG に似てる感じです。では、作っていきましょう。この寿屋エヴァンゲリオン開8号機ガンマですが、バンダイの RG エヴァンゲリオンが、なかなか手に入らないなぁと思いつつ、ネットを検索していて見つけました。定価は結構するんで躊躇しましたが、Amazon を見ると 40% 引きになっているではないですか。というわけで即買いしました。8号機ガンマって人気ないんですかね？アンモサ派、これはこれでかっこいいと思うんですけど。全塗装しないと見栄えしないキットだからかな？そんなことを思いながらランナーの取り出しを終わりました。ではパーツの切り出しをします。今回もパーツの切り出しは最初に行います。パーツ切り出し中。パーツ切り出しが終わりました。こんな感じで、多からず少なからずって感じです。割合としてはフレームの黒いパーツ多いですね。小さいパーツもそれなりにあります。武器のパーツは大きくて作りがいがありそうです。それではすぐにしていきます。長くなるので細かいパーツの組み立ては割愛して、大まかなパーツの組み立てからです。各部の構造はバンダイの RG と似てる感じで、フレームに外装を取り付ける構造です。はい、一通りの組み立てが完了しました。塗り分けが少ない感じがしますが、いい感じだと思います。腰の可動などもよく動きます。前後左右に良い感じです。腕の方も色々ついてますが、ギミックもあっていいんじゃないでしょうか。この後表面処理したいところですが、まず、後はめ加工を行います。まずは一番目立つ足からです。この足は、膝の黒い関節のパーツを左右から挟んで組むので、前と後ろに合わせ目ができます。実際に分解するとこのようになってます。このパーツが膝下のダボを貫通して組み付けられます。あとこの膝裏の飛び出たパーツが、膝が動くときに、太ももパーツの溝に沿ってスライドします。というわけで後はめが困難ということで、ここは関節パーツを先に塗装して、膝をマスキングして接着合わせ目消しを行います。次に膝の突起物です。
これは単純にダボに通して固定されているだけなので、丸い部分を一部カットして、後はめ加工します。ダボよりちょっと細めにカットするだけです。いきなり大きく切ると、大きすぎることがあるので、調整しながらカットしていきます。これで OK です。もう一つ膝に取り付ける大きい方も、同じように加工します。次はボディのパーツです。ボディは前と横に合わせ目が見えるところがあります。気にならなければいいですが、簡単なのでおすすめです。背中のグレーのパーツがボディのダボ穴で固定されているので、グレーのパーツのダボをカットして終了です。ここも、同じ加工をしてます。ちょっと話それますが、この背中の小さい黒いパーツ。こういうのは一度つけると取りにくいですよね。しかし、寿屋さんは親切で後ろに穴が開いてます。素組み前提の設計なんでしょうかね。助かります。次に武器のノコギリを後はめ加工します。この大きなグリーンのパーツに合わせ目ができます。段落ちモールドとしてもいいと思いますが、こんな長い距離を同じ幅で段落ちさせる自信はなく、上の方は幅もないので、合わせ目消したいと思い、後はめ加工できないか探ってみました。結果としては3箇所加工すればいけそうなので、その加工をしていきます。まずは後ろ側にあるシリンダーからです。加工は、ここのダボをカットします。忘れずに反対側の薄ダボもカットします。次は前側にある鎌みたいなパーツです。まず下側の穴を膝の時と同じようにカットします。ここも一気にカットせずに慎重にカットします。これで下側の加工が完了。次に上側ですが、丸いダボ穴と四角いダボ穴があります。四角の方は全部カットして、丸い方を下と同様に一部カット。他にもっと良い方法あるかもしれませんが、私はこの方法が簡単かなと思います。はい、これで加工が終わりです。実際に取り付けて大丈夫か確認。動画が撮れてないですが、この後もうちょっと広げました。最後に全てのパーツを組み立てられるか確認です。このノコギリは前パーツつけると入らないので、このタイミングで入れます。次に赤いパーツを取り付けて、最後に前側の斧みたいなパーツを取り付けます。これで武器の後はめ加工は一通り終わりです。すみません、もう一箇所ありました。翌日、真ん中の棒をつけようとして気づきました。このダボの薄側をカットする必要があります。やっぱり一通り組まないと忘れますね。最後に外装関係のパーツです。ここの合わせ目を消したいので、後ろ側のダボで接合される部分を、短くして加工します。これはすでに加工した後ですが、この程度の長さで大丈夫でした。次に腕のところの外装部分です。この茶色いパーツのダボをカットします。すでに加工したものと比較です。この四角いダボをカットします。これで全ての後はめ加工は終わりです。後はめ加工が終わったので、表面処理中。表面処理が終わったので塗装します。このエヴァ8号機は、黒いパーツなどのパーツが ABS で、手のパーツが PVC なので、最初にプライマーを塗ります。ガイアのが良かったのですが入手できずこれを使用しました。このプライマーは、すごく匂いが強いので換気扇全開です。一応、希釈不要ということで、そのまま塗りましたが、かなりのっぺりします。でも、細かい傷も消えるので、ある意味いいかもしれません。適材適所ですね。プライマー処理が終わったので塗装します。ボディはガンメタルの上にクリアブラックです。
早速、塗装なんですが、今回はダボ穴を塞いで塗装します。このエヴァ8号機は組み付けがきついので念のためです。あと、ボディキャップのところも塞いでいます。次にクリアブラック塗装です。クリアブラックを上塗りすることで、ガンメタのザラザラ感が、ツヤのある金属感に変わると、思ってます。次の肩などのオレンジの部分は、下地にシルバーを塗り、その上から、GX メタルイエローを塗り、最後にクリアオレンジです。今回は色が多いので反復的なところは、なるべく省略します。肩のマークはシルバーベースでクリアグリーンと、クリアブルーで塗り分けしました。下地のシルバーを塗装した後、クリアグリーンを塗装。次にクリアブルー用にマスキングして、クリアブルーを塗装。最後にアクリジョンのブラックを薄めて、先細の筆に含ませ、溝に流し込んで型の塗装をしました。外装のピンクは、ニュートラルグレー1の下地にクリアホワイトとクリアピンクを合わせてピンクを作り、ホワイトパールを混ぜてキラキラ感を出してます。詳しくはメカトロイーゴエヴァコラボシリーズボルさんの制作動画を見ていただければと思います。概要欄にリンクつけています。実際の塗装ですが、クリア塗料ですので、重ね塗りしないと発色しないです。今回は3回塗って完了しました。ピンクの下地にパールクリアとかで同じ感じになればいいんですけど、好みの問題ですね。これが1回の塗装になります。次に腕の暫定補強部分は、シルバーの下地にクリアレッドとクリアホワイトを、50対50で調色してます。補強部分は最後にセミグロスで、後付け感を出してみました。他の細かいパーツの塗装色は概要欄に記載しておきます。ひたすらマスキングと塗装。塗装が終わったのでマスキング剥がしです。ここの部分のマスキングは結構簡単だったんですが、型の側面の曲線は筆塗りのがいいかと思うほど難しかった。出来もいまいちでしたが、ABS でやり直しもできません。やっぱり塗装前の表面処理がとても重要だと感じました。この型のシリンダーのパーツは、隙間を黒にしてしまおうかと思ってましたが、マスキング試してみたら、案外うまくいって嬉しくなりました。いい感じです。次にこのパーツですが、マスキングではないですが、ミスターメタルカラーで塗装したパーツです。このパーツは塗装後、磨くと金属感が出る塗料です。メッキ塗装では出ない風合いが出るので気に入りました。ただ、水性トップコートしないと酸化して曇るらしいです。今回はこのままで経過観察していこうと思います。このメタルカラーで部分塗装した際は、擦ると周りの塗装に、金属粉が付着するのでマスキングした状態で擦るようにしました。今回は細かい部分まで、マスキングしてエアブラシで塗装してます。マスキングの鍛錬ってところもありますが、私の染色が重ね塗りの色が多く筆塗りでは同じ色が出せないので、結果として、小さいところもマスキングして塗装することになってしまいました。なかなかメタリック塗料、単色だけではイメージの色にならないので、仕方ないですね。あと、このエヴァ8号機の色が多いことが要因でもあるけど、色選びは結構楽しいので、ある意味楽しめました。大変だったけど、今回ですごくマスキングが上手になった気がする。はい、エアブラシの塗装が全て終わりました。ここから墨入れと、細かい筆塗りをしていきます。墨入れ&筆塗り中。これで全ての塗装が完了しました。では、最後のお楽しみの組み立てです。この組み立ては楽しみでもあるんですが、不安でもあるんですよね。
これまで一度も組み合わせず、ここのパーツの色を決めているので、胸のイエローの部分とか派手すぎないか心配でした。実際、組んでみるとイメージに近い感じで良かったです。この細かいパーツの組み立ても長くなるので、省略したいと思います。はい、大まかな組み立てが終わりました。無知的な武器は、飾る予定がないので塗装していません。これが最後の組み立てになります。前半はカメラアングルミスして見づらいかもしれませんがご了承ください。まずは武器の方から、組み立てていきます。塗装に厚みがあるからか、赤いパーツのはめ込みがきつく、はめるのに結構力がいりました。もうばらさないつもりでパチンとはめ込みました。後でなんかあったら怖いな、と思いながら、同じように二つ目もサクサク組み立てていきます。この斧みたいなパーツをつけてノコギリ部分は終了。あとは持ち手をつけて完成。いろいろあらはありますが、かっこよくできたです。このキットの目玉の一つでしたので、頑張った甲斐がありました。あとは、エヴァ8号機の本体のみです。この腕も、このキットの目玉だと思い頑張りました。この腕の各パーツの塗装回数を足すと、3桁いくのではと思います。これも自画自賛ですが、よくできたと思ってます。実はこのキットは、メカトロ E5 の8号機の購入前に買いました。どうしてもピンクのイメージが、スプーンなどではつかなくて、メカトロ E5 に実験台になってもらいました。マリのフィギュアも欲しかったですけどね。ただ、実際作ると腕とかは、初物でしたので時間ばかりが過ぎて、挫折しそうになりましたね。笑い。とはいえ色の確認のため、新エヴァンゲリオンを1時間19分あたりから、繰り返し見てたらやる気が出てきました。プラモデル作るには好きなシーンが必須ですね。何より良い感じに、完成でしてよかったです。今回は長くなってしまいましたが、ここまでご視聴ありがとうございます。また、見に来てくださいね。それでは、さようなら。そういえば今月、トップを狙えが劇場で上映されるんだった。見に行かなきゃ。